はい、皆さんこんにちは、ゆりこです。今ね、私は実家の庭で撮影をしています。っていうのも、鎌倉のね、外で動画を撮ろうと思ったんですけど、もう結構朝早くじゃないと撮影するの難しいなと思って、最終的に、この実家に今来て動画を撮っています。で、今日のポッドキャストのテーマは、国際恋愛についてどう思う、っていうテーマで結構めちゃくちゃね個人的なエピソードを、語っていきたいと思っています。そうなんでこのテーマにしようと思ったかっていうと、時々ね DM でDo you want to date with me みたいなDM とかめっちゃ来るし、あと、国際恋愛に興味ありますかみたいな Are you interested in international relationship みたいな感じでいっぱい来るんですけど、そういつもあんまり私のね個人的な話をしないと思いますが、今日は私の個人的な意見を話していきたいと思っています。実は 4,5 年前に海外の人と直接ね絡む機会がありました。その時自分もまだ SNS とかやってなかったし、普通にねアカウンタントっていう感じでやってたんですけど、その人とは友達が経営してるそのホステルで会いました。でめちゃくちゃ個人的なんですけど、その人はオーストラリア人で、多分当時26歳、そして名前はコナーさん、IT 系のね仕事をしててリモートワークもできるみたいな人でした。でね、日本でノマドワーカーとしても働いていました。リちゃん、ここにね犬がいるんですけどリちゃん、よいしょ、こっち来る、よいしょで、何回か会って喋ったりもしたんですけど、その中でねまずはね自分の英語力がめちゃくちゃ乏しいなっていうのを感じました。特にねヒアリング、あとはやっぱねあなた何してますかみたいな What are you doing for job みたいな言われた時に、なんか自分って会計士の仕事してるけど、自分のやってる仕事を堂々とね説明できないなってねすごい思っちゃったのね。本当自分って会社のね看板を背負ってるからデロイトで働いてるけど、でも実際フリーランスでは何もできないやつだなってすごい思ってしまいました。これは結構ね、ショッキングなエピソード。逆にね相手は、やりたいこととか本当に夢とか目標とかめちゃくちゃあって、すごいねあんま日本でそういう人って会ったことなかったから、すごいシンプルにりちゃん降りる？はい、よいしょ。じゃあ降りたい？ね。シンプルにね尊敬、シンプルに結構ね尊敬しました。でLINE とかも多分交換してお茶にね一緒に行こうみたいな流れになったんですけど、その後もね多分数回会って、である時ね LINE が来るまでかなりいい感じだなって思ってたんですけど、こんなね LINE が突然来ました。やばくない？やばくないっていうか、今だったら結構理解できるけど、当時はね何これっていう風になりました。やっぱ日本ではねなかなかこういうスタイルのリレーションシップっていうのは一般的ではないので、やっぱね結構理解するのに時間がかかるかもしれないです。で、特にねこのカジュアルリレーションシップとか人によってはやっぱオープンリレーションシップみたいなのあると思うんですけど、結構それは個人的に衝撃的だった。でその時海外の人ってやっぱこういう感じなのねってすごいめちゃくちゃ納得したし、しかも多分この時はまだねチャット GPT とか DeepL みたいな割とナチュラルな翻訳アプリっていうのがなかったので、
翻訳した日本語もなんかすごく変で、本当にねすごい傷ついた記憶があります。その時やっぱ感じたのは、やっぱその日本にこう旅行しに来て、それでね日本人女性とね、ちょっと遊びたいなっていう人、やっぱねその日本にね住んでいるならともかく、そうじゃない場合はやっぱねなかなかね本気の恋愛はねちょっと難しいのかなってやっぱ思いました。それにやっぱ結構海外って精神的にもねこう自立して、カジュアルな関係でいようみたいなのは結構ねびっくりしたなって記憶があります。そして思うのは、なんか日本人男性は絶対こういうね LINE は送ってこないと思います。仮にね心の中でなんか真剣な関係になれないっていう場合だったとしても絶対送ってこない。なんか本気じゃないのかもなって多分察すると思うんですけど、だから日本では実際やっぱ日本でも結婚とかも考えてないけどとりあえず付き合うっていうカップルとかもいたりするし、浮気する人とかもいるけど、そんなねストレートにシリアスじゃない、交際がしたいっていうケースは結構ねないので、結構これは衝撃でした。しかもさ日本だとさ、言った通り結構曖昧にするから、友達とかの関係ってあるけど、もう友達ですらなくなっちゃうんだみたいな、それも結構ねびっくりでした。しかもねその後、相手の SNS とかを見るとやっぱり実際にねいろんな、日本中いろんなところに行って、その現地で出会った女の子となんか楽しそうに遊んでるのを見て、なんかこう真面目そうに見えても結構遊んでる人も多いんだなって思いました。今はやっぱ海外向けに発信してて、実際にね自分もアメリカに行ったりとか、海外の人とね本当に日常的に話すから、海外にもやっぱいろんな人がいていろんな価値観があって、いろんなね形のリレーションシップがあるっていうのはわかるけど、ちょっとこれその海外のね異文化を知らない日本人女性にいきなりこういうね LINE 送るとちょっとねショック受けちゃうかなって思いました。なのでだからね今日言いたいことは、みんなの国の文化と、日本のねやっぱ国の文化を、理解した上で行動した方が、お互いにとってね多分いいんじゃないかなって思います。だから、日本のカルチャー的にはねあまりこういうことをね言わない方がいいのかなって思います。むしろねやっぱ真面目に付き合う気がないなら、ゴーストをして相手を傷つけない方がいいのかなって思うのは私だけですか？これもね多分賛否両論あると思うんだけど、みんなはねどっちがいいと思う？ぜひね皆さんの意見を教えてください。ということで今日はね国際恋愛についてどう思うかっていう私の個人的なエピソードを交えつつ話してきたんですけど、ぜひね、ポッドキャストで取り上げてほしいトピックがあったらコメント欄で教えてください。それではねまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。